こんにちは。今回の動画は少々下品な内容ですので、関心のない方はスキップしてください。私の仕事の一つである不動産についての動画です。アメリカ東海岸ペンシルベニア州の小さな町に古い家を見つけました。所有者と話したところ、日本のアニメオタクだったので、これも何かの縁に違いありません。私自身、可能な限り経済活動とは距離を置きたいのですが、フライフィッシング以外のコンテンツもアップロードしたいと考え、少し前に撮影した動画と写真を編集してみました。購入して小規模なリノベーションをしたので、ビフォーアフターをご覧ください。なんだか気味が悪いな。全体的に床のダメージが大きいです。キッチン奥の空間の印象が悪いです。バスルームは直した方が良さそうです。バックヤードです。転がっているガラクタを整理して整地すれば問題なさそうです。地下室も全く手が入っておらず、とてもひどいです。お湯を沸かすための装置やタンクも交換が必要です。しかし、そこが利益の源泉でもあります。コンクリートを流して整備すれば、一部屋増えることになります。2階に上がります。階段もきれいにしましょう。壁と絨毯の印象が悪いです。2階のバスルームも明るい色にしましょう。3階に上がります。明かりがつかない。物置になっていてひどい状態です。しかし、ここも利益の源泉。部屋を作ることにします。何故廊下にドアが転がっているのだろう。それではリノベーション開始。今回のリノベーションの要は地下と3階です。地下は整地し、セメントを流します。またウォーターヒーターとタンクも交換しました。1階の壁を直しています。キッチン奥の空間を直しています。2階の壁を直しています。もう一つの要、3階に部屋を作っています。真夏の暑い中、皆様頑張ってくださり、あっという間に完成しました。その後すぐに借り手が決まったので動画はありませんが、アフター写真をご覧ください。
人生は冒険で、うまくいくこと、失敗すること、多くのイベントに直面します。それらにはストーリーがあって、時にはろくでもない脚本もありますが、全てを動画にしておけばよかったと今更ながら思います。しかし私たちの冒険はこれからです。次の川へ向かいますよ。